一発の原子爆弾で5万から6万という朝鮮半島出身の人たちの中で2万5千から3万人が死んでます。自分が放射能を浴びたことが子供に移るんではないだろうか、その恐ろしさを胸に秘めながら人には言えません。僕が主にから聞いたお話は、阿武寺は、下関調布というところで軍需工場に働きながら主にと、下関で結婚されて、そして、徴用工を明けた後に、広島市へ出てきて働いていました。広島は、まず、三菱の、軍事工場の近くの江波、庚午、観音、中広というような、軍事工場と、そして、広島は、ハッチョンの人がたくさんいるんですけれども、どうしてハッチョンの人がたくさんいるかというと、その当時まだ米を作るためにハッチョンに若い人たちがたくさんいたという話です。その頃大本営というのがあって、土木工事たくさんの工事仕事があったので、朝鮮半島出身者がたくさんこちらに来るようになって、うちの阿武寺もそういうふうな形で、久名阿武寺を頼って広島に来たという。我々が私が小さい時も含めてですが、戦後の朝鮮半島出身者は非常に生活が困難でした。まずバラックで住んでたり、その中で、自分たちがいくら学歴が高くても学力があっても大きな会社に入れませんでした。でそのために自分たちが自営業、自分で自分の仕事を作るという。でこの中で、戦後すぐは、豚を飼ったりで、金属回収業をしたり、糞尿の収集業をしたりというような形で日本人がしない仕事、特にきつい汚い危険、給料安い休日ないというような非常に最悪な状態の中で我々在日が朝鮮半島出身者は仕事をしてきて、その中で日本の工業生産の経済が成長するとともに我々も少しずつ豊かになって、でそれは血と汗と涙です。私たちの組織は、韓国にいる被爆者が1960年代に、韓国での生活の苦しさ、そして自分たちが被爆したことの治療の受けられないという手紙が広島民団にカンムニ先生のところにたくさん来ました。韓国の被爆者の現状の調査、そして被爆者がどれぐらいいるのかという調査を1ヶ月ぐらいしてかけて、されてこられました。その時に韓国の国内法で、外国人の医師が韓国の国民を診療することも治療することもできませんという、ノーの答えがあった中で、カンムニ先生が厚生部援護部を含めていろいろあちらへ行きこちらへ行き支援の要請を受けて初めて、1970年代に許可が得て、それから、民団のカンムニ先生を中心に都日治療委員会というのができて、日本に韓国の被爆者が来れるようになりました。本来日本の政府がやること、韓国の政府がやることを広島民団がずっとやってきてます。である意味、ここを窓口に拠点に、日本の行政、そして日本の病院というような形で韓国の被爆者を救援する会というのが一番最初の出だしです。でそれから、我々在日の被爆者のためにやってきたという形です。
今生きておられる被爆者、在日の被爆者たちの思いは、生活的には韓国の被爆者よりも少し安定していい生活をしていますけれども、原子爆弾に対しては同じような思いを持っています。一発の原子爆弾でその当時の威力からしたら30万人の市民の15万人が死にました。我々が5万から6万という朝鮮半島出身の人たちの中で2万5千から3万人が死んでいます。自分が放射能を浴びたことが子供にうつるんではないだろうか、孫にうつるんではないだろうか、その恐ろしさを胸に秘みながら人には言えません。で、結婚できるだろうかできないだろうかという被爆者の思いがたくさんあります。むごい被爆の後のことを考えたら誰にこの話をできるんでしょうかというお気持ちだったそうです。広島弁で言うと、なんでそんな苦しい思いをしとるのにあんたらに喋らんにゃいけんのや、あなたたちになんで喋らんにゃいけんの。自分が喋ることによってそれが蘇ってきて自分の体が恐ろしくてしょうがないって、それぐらい、怖い恐ろしい光景が、地獄のような光景が、4歳5歳でも自分の記憶の中に残ってますというお話の中で、本当に被爆の恐ろしさというのは今の被爆者たちには現実にある。原子爆弾は年もないなるかもわからないけども、自分の家族の歴史がないなります。アブジョモニの歴史がないなる、自分の兄弟の歴史がないなる。今自分がこの生き残った自分が語り継がないといけないということで、イ・チョン先生もお話をされるようになりましたし、昨日もありましたけど、キン・ファジャさんという85歳のおばあさん、ハルモニも少しずつ喋り出しました。ですから喋れる人と喋れない人の差がものすごくあります。どの立場でものを言えばいいかちょっと一つあるんですけれども、我々被爆者の団体として考えた時に、韓国で、若い人たちが核兵器待望論、被爆者の団体としてはあってはならない、核兵器がどれほどむごい、恐ろしい武器かということを考えた時に、二度と韓国でも持ってほしくないし、北朝鮮でも持ってほしくない。我々在日が平和を求める気持ちは、戦争がないことによって経済状態、経済活動、そして、自分たちの望む平和を志向できるというのが今の日本のあり方です。でもその中でやはり、韓国でも平和をどう希求して求めていくかということを考えた時に、戦争のない世の中を作るために今の若い人たちがもっと努力すべきだ。過去の戦争は僕たちの世代、70代80代の世代の責任だけども、これからの戦争は若い40代30代の人たちの責任でもある。だから戦争を起こさない努力はこの人たちにももっとしてほしいと。